岐阜の視線が体を凍りつかせる。このまま私は同居を続けることはできるのだろうか。直人隆夫はかつて東京で暮らしていた。しかし、義母の突然の入院がすべてを変えた。静かな田舎町への引っ越しは、二人にとって新たな生活の始まりだった。子供たちも独立したこともあり、都会を離れる理想的なタイミングだった。だが、想定していないことが起きようとしていた。義理の実家は築50年と古いが、3人で暮らすには広々としすぎており、岐阜との同居は当初は安堵感すら与えてくれた。夫の隆夫は近くの支店へ転勤し、直は家事全般と岐阜の農作業の手伝いをすることになった。しかし、日常が落ち着くにつれて、直は岐阜と二人きりになる時間が増えていくことに気づいた。岐阜は明け方から農作業に励み、午前中にはすべての仕事を終える。その後、隆夫が帰宅するまでの時間、家の中は静まり返り、時の流れは遅く感じられた。岐阜の親しみやすさは、当初は直にとって心強いものだった。しかし、徐々に体に触れるスキンシップが増えてくるのが目立つようになり、彼女の中にある不安が芽生え始めていた。誰もいない昼下がり、岐阜の手が直の肩に触れるたびに、彼女の心は一層の重みを感じるようになった。ある日、直さん、かなり肩が凝ってるじゃないか。これで少しは楽になるかなと言いながら、いつもより長く肩を揉んできた。彼の手のぬくもりが皮膚を通じてじわりと広がると同時に、体の奥が冷えていく感覚に襲われた。直は自らの意志とは裏腹に体が硬直し、心地よさよりも不快感が勝ってしまった。お風呂にゆっくりと浸かるといいよ。と彼は言ったが、その言葉にはどこか違和感があり、直は思わず身震いした。彼の視線は優しくもありながら、何かを期待するかのように彼女の反応を伺っているようだった。お風呂が溜まる音がこの無言の緊張を際立たせる。直は微笑み返すことはできず、ただ静かにうなずいた。戸惑いながらもお風呂に入り浸かっていると、一番の衝撃が訪れた。直さん、と言い、急に脱衣所に岐阜が入ってきたのだ。さらにお風呂の扉を開け、これ入れるともっとリラックスできるよ、と言いながら手渡された入浴剤。その声は優しげでも、岐阜の何とも言えない視線が直の心を深く冷やした。岐阜が去った後、静寂が浴室を再び包み込む。直は湯船に沈んだまま、水面に揺れる薄暗い光を見つめながら、自分の高鳴る心臓の音だけが異様に大きく響くのを感じた。息苦しさに胸が締め付けられ、一人でいるはずの空間にもかかわらず、どこか視線を感じて落ち着きが一切なかった。この家、この田舎での生活、そして岐阜のこの不穏な距離感。彼女はこのままだと何かが起こるのではないかという不安と恐れに駆られていた。
夜、家に帰ってきた夫を前にして、なおは何を言えばいいのかわからなかった。彼女の頭の中は言葉を形成する前に感情に押し流され、ただただ彼を見つめることしかできなかった。彼女の心は戸惑いに満ち、この家での生活が続けられるのか自問自答を繰り返していた。